13年前の名古屋場所の千秋楽を見てみよう。いや来たね、見てみようコーナー。はい、13年前ですから、まあ、2012年、はい、まだみんな現役かな。はい、世の中ではですね、ロンドンオリンピックが開催された。あとあれじゃない、その後桂三枝さんが桂文枝さんになった襲名した時。いや、そうなんだ、好きなのかな、すごい詳しい。多分ちょうどそれぐらいだと思うんです。ちょうどそれぐらいです。小ネタえぐ。楽曲パパラッチですね。少女時代のね。が流行曲流行ってたと。少女時代で、ちなみにその時の名古屋場所優勝力士は、幕内優勝は日馬富士関、成績15戦全勝でございます。はい、当時は大関でですね、次の9月場所でも全勝優勝を果たし、この後横綱昇進につながる重要な場所となりました。十両優勝がですね、佐野山親方、千代の国関、はい、11勝4敗。この場所での優勝により千代の国関は翌9月場所で幕内昇進を果たしましたと。ってことはじゃあ、敢闘賞は海星と増野山が取ってる。めちゃくちゃ覚えてますね。すごいな。記憶力えげつない。多分技能賞は妙義龍なんじゃないかな。じゃあ殊勲賞は誰ですか？殊勲賞はね、確かね、該当なかった。おお、すごい。まさにそうですよ。すごい暗記力。すごい。すごい書いてあるから。親方チャンネル。はい、見てみましょう。 VTR ですね、スタート。海龍、生まれ富士、何勝何敗かっていうのがね、まだそこはちょっと分かんないですけどね。まあでもどういったんでしょう。待ったんだね。待った。立山方でかいな、この時まだ。海龍が3勝5敗。3勝5敗、8番相撲。ここで海龍が勝つというところですね。この時に立山方は負け越して陥落してしまったという名古屋場所。次が正風琴勇輝、荒磯親方が。さあどうでしょう。21歳。21歳ですね。今33だと思います。でも重量ね、だからそうやっぱだから青錦と比べるとなんかちょっとね、なんか十分早いんだけど。まあちょっと早いですね。まさか懐かしいな。懐かしい。さあ、おっと、しぶとい。おお。刺されて寄られてたんですけど、右からこの突き落としと。突き落としあれば。突き落としですね。はい。突き落としかな、すくい投げじゃない。すくい投げですね。すみません。すくい投げと。はい。そうですね。厳しいですよ。はい。続きまして、千代の国藤東。この場所重量優勝の時なんで、もうそろそろですね、名古屋場所も始まりますんで、ちょっとこういったのを見るとなんかこう思い出しますね。新しい体育館ですからね。さあ、藤東、千代の国。9勝5敗。9勝5敗と片や11勝3敗です。おっと当たって、千代の国は細いね。そうですね。若い。そして続きまして総大龍千代鳳。懐かしい。総大龍はね、我々と年は一緒だからね。藤井シャツはね。そうですね。学生相撲でね。さあ、時津風部屋って頑張れみたいなの分かりますね。細い。難しい。細い。総大龍そもそもね、そんなでかくなかったもんね。いい突き合いだね。おっと、押し出しと。懐かしい。なんかちょっと見入ってしまいますね。懐かしいなっていう。懐かしいよね。面白いね。面白いですね。だから退職して家で相撲なんか見てた思い出の相撲とか言ってね。おじいちゃん出てるよなんてね。確かにそうですね。やわらかもわかんないね。思い出の相撲にですね。さぬきさん出とるな。若かったのーって飲みすぎて死んでもうたな。
あいついいやつだったな。いいやつだった木村山、あ、徳勝利。おお。お木村山。キム兄はさ、変わんないよね。変わんないですね。なんかさ大学時代の映像とか見ても大学からずっとこのままやね。あさあどうでしょうかね。おお、右から突き落とし。あ。これで徳勝龍負けて、はい10勝5敗ではい。千代の国の優勝は決まるんだね。ああ、そういうことですね。千代の国が11勝4敗そういうことかだかなるら。ほどね。うわ懐かしい特進法。相手誰相手。相手が気になります。僕になりますね。これもじゃあ特進法を応援しないとね。いや、なんでですか。いや、なんでですかっていうのもおかしいですけど、まあまあそれ人それぞれありますけど。うわだってこれもう見て顔見て顔めちゃくちゃもう生きてる。てかソルトシェイカーみたいな。うわ塩おお。ちょっと待って塩あんな巻いてるけどさお前一回も塩巻いてるのなんか話題になったことないいやよね。自分結構塩なんか多めに持ちがちだったんですよ、最初の方。あ最初はい。でもなんか巻き方分からずになんか普通になんか巻いてる人とあんま変わらない感じでやってたっていう。いっぱい持ってるのにそう。多いね。中途半端、まあ多めに巻いてたっていうでことですね。も巻いてるけど塩舐める派ね。塩舐める派だ。巻いてるけどうわーとはならないね。そう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 。塩分取る派塩分取る派です。これどうしとったんだこだ。お突っかけたよこれ。れ。突っかけてはいないですけど別にちょっとまあ合わずですね。ものすごいお前この野郎っていう顔してたね今。特進は200キロだったからね。そうですね。ちょっと立ち合い見ながら。これは南の形だ。右をこの積んで。右が。で重かったですよ、こうやって組んでも。いやこれいや特進はでかい200何キロだったの。そうですよ。がっぷり危ないでしょ。危ないです。怖い。ちょっとこれ何とも言えないですよ、やめてください。上手投げ私投げ上手出し投げ。いやいや。こんな器用な技が。出し投げあるんだ。決まり手いやいや、は決まり手は上手投げになってますんで、上手投げはい。これだって重量2枚目だから9勝6敗であ、で、あ帰りに幕、はい、帰りに幕です。はい幕内ね。おありがとうございます。一番大きいね。そうですね。顔はなんかこの野郎みたいな。違うです、あれはマウスピースつけてたんで、ちょっとなんかこういう風に見えてたっていう部分があると思う。でも現役の時生きってやってなかったらさダメだよね。そうですね。逆にねはい。次小野川親方だからちょっと保険かけたんで。現役の頃は生きてなきゃダメだよね。なるほどなるほど自分の相撲の前に。親方チャンネル。続きまして幕内ですね、ここから。これ振り返ったら生きってじゃないですか。もう大丈夫ですか。さあ、はい。こちらはい中村親方と。さあ出ました小野川親方。いや全然生きってないですね。もう普通にそうですね。生きらずですね。早い。張り合いになってる。はっきりと流血戦ですね。この野郎って顔してるね。してるね。そんなしてるね。してる。いやいや、もうだいぶ、いや、あれちょっと待って90度90 90度90度きましたねこ。の親方勝ちの時は下ですかはい教習所でそうです。いやいや俺脇山やからいやいや決め出し得意だいやいやそういう問題じゃないそういう問題じゃないからあれ顔とか貼られて多分負けてたらお風呂入ってなかった案件じゃないですか。いやでも血ついてるからしかもだってこれで秋吉9勝目勝って9勝目9です。勝6敗ですかああさっきの9勝6敗。ねやっぱりこう気合の入ったねそうですね。熱戦で検した証も入って。昔よく玉橋言われたんですよ。相撲を取る前ひょうひょうとしてるのに終わったら超気合入ってるから初めから言うのとか言われて流血とかするとなんかちょっとこう気合入るじゃない。なんかわかるわかるなんかねなんかねこう血を見るとじゃないけどそういう貼られたりすると貼さられたらそうですね貼られてちょっとねイラッときてる感じがスイッチは入るね。スイッチは入る。ガガ丸豊響。まあ山科親方ですね。面白い懐かしいななんか。ガガ丸関もめちゃくちゃでかかったですけど。ガーガーもでかかった220、30キロだったもんな。山科親方もですね。だいぶでかい180、90ぐらいの人だもんね。そうですね。 2人とも重いんだよな。ですね。重かったね重かった。でか。四つ組んだとこおお入って木の袖で
珍しいね、2人とも沈むだからね。四つに組まないんですね、ね、逆にガガ丸だからこう四つに行ったのかな。師匠がいてね。でもガガもやっぱ左四つだからね。ガガも左だと出てくるんだけど、右四つだとね、やっぱこうなかなか攻めれないのよ。ああ、なるほどね。そうだから流れとしてはなんかこううまくこう取ったかなっていそううですね。ね。さあ続きまして白根親方、はい。若幸雄と佐田の富士。何があったんでこれ負けてんすよこれ。3勝12敗。 3勝12敗。でも3枚目ですからね。もうそういうもう上位総当たりじゃん、3上位ですね枚目だったら。あ、上位か。それは勝てば。でっかいですねやっぱこの時に。でかいね、佐田の富士もでかいのにね。でかいですね。引け通らないまさやえ？でかい。本当だ、めっちゃでか。前に出る。こう回し取られるとですね、まあこうなるとね、はい、この布石の形かなというところで寄り切りと。やっぱね、星上がらん時上がらんから。そうですね。勝つ時は勝ちますけど、本当負ける時はですね。しかもこの時上位ね、大関がいっぱいいる時か。大関がいっぱいいる。大関が多い。大関横綱は一人で6人大関。そういう時あったもんね。多い大関多一い。横綱6大関。バルト関とかいた時ですもんね。ね、春と琴奨菊、鶴竜、琴欧州、稀勢の里、日馬富士が大関。はあ、すごい時代だ。それは勝てんってバルトで9勝6敗やん。続きまして碧山時天空ですね。岩友親方。この体育館はもうないですからね。言うなら本当ですよね。相撲取ることないですよね。もう IG アリーナに変わりますから IG アリーナですからね。ね。はい。懐かしいですね。若いよね。若いですね、碧山、相手よく見てね、岩友正面見て。親方もね、若いです。若いね。面白い。はい。確かにそうですね。今の方がでかいですよね。さあ続きましてお待たせしました。熊方親方です。玉飛鳥豊ノ島。さっきそんなの言ってたじゃん。俺3勝だって。ははい。俺2勝だからね、この場所。い。いやいや。これ地元名古屋場所で2勝。名古屋ちょっとあんま勝ってないの？そう。検証がものすごくついてたっていう時ですよね。大方スガキ屋さんとか。おお、当たりはいい。立ってああ、絞れなかったね、今ね。豊ノ島うまいんだよね、中入るのがね。最後の例の勇み足狙い言ったけど、あれ勇み足狙い。例のっておかしい。例のって別に勇み足。例によっての勇み足狙い、もつれ狙い言ったっすよ。違う違う。最後まで諦めない。なるほど。土俵際までですね。そう、懐かしいですね。この豊ノ島と、まあこの時豊ノ島はね、小結だったんですけど。あ、そうですね。はい。四つ相撲ってすごいよな。俺なんかちょっと左四ついけんじゃねえかなって勘違いした時期があるんですよ。巡業の稽古場行って、豊ノ島って左四つじゃないですか。ちょっと合併だといけんじゃねえかなと思って、まあ左四つだし、まあ行ってみようと思って胸から行ったんですよ。こっちはもう普通にこうがっぷりなれると思うじゃないですか。もう当たった瞬間こんなになったんですよ。ああ。えっと思って。もう入れさせてくれなかった。右も勝ったし。ああ四つやめようって思って。妙義龍竹風ですね。振り分け親方とお正月。押尾川親方。いい体してんな。いいところをついていって。ちなみにこれ7勝7敗同士でしたねでこれ勝って、振り分け親方勝ち越しと。すごいね、あんなんついてくるもんね。まあ東小結でですね勝ち越しなんでこれそこで関脇に上がってますね。時間が綺麗だ。そうですね。高安栃王山です。高安関と清見方親方が栃王山関脇、高安前頭5枚目ですね。遅い。小さいね、まだ。すごい怪我してる。肩
あと負けないで。粘り強いな。もろ差し。もろ差しだな。うまい。ただ右四つ。右四つだとですね、右四つはどうなんだろう。でもやっぱうまい。うまいな。体に良さそうがうまいね。うまいですね。土俵際ね。しっかり。いやうまいわ。やっぱ今の見てもやっぱ栃王山はやっぱ違うんですね。あっち側の人間ですね。こっち側じゃないです。あっち側やっぱ三役で今のやっぱ技術見て思いませんでしたか。いや、うまいですね。寄り方とかあっち側ですよも。うまいね。あっち側って。鶴竜関、そして琴奨菊関、音山親方と秀ノ山親方の大関対決。大関対決。これ結構楽しいな。でも昔のこの映像いいですね。ね、音羽山親方まだ大関だからね。投げのタイミングとかね。あの差し手争いからね。左入るや否やですね。もう攻めがやっぱねあっち側ですよね。早いね。早いです。早い。鋭い相撲が。本物ですよ。続きまして二所ノ関親方と鳴門親方ですね。稀勢の佐藤関、琴秀関。まだ大関時代のそうですね。対決ね。対決。すごい。行司さんも懐かしいね、大先輩が。綺麗だ。まあ左四つのとね、もろ差しになられてしまったからね。そうですね。あれはね、こう上手が切られてなかったらね、ちょっと巻き返したりとかっていうのは。いいなんですけどね。日本人で鳴門親方に胸からいける体を持ってる人ってもうなかなかいないですよね。南ぐらいじゃない。いやいやいや。いけないですよ。絶対胸からいけないですよ。自分もう胸からいこうと思わないじゃん。思わないです。バルトに稽古するとき胸から行ったことないです。全部頭が入ってます。はい。続きまして最後ですね。はい。白鵬関と春馬富士関。この場所全勝同士で当たったんだ。全勝同士で。ハイレベルだね、やっぱ。ハイレベルですね。ね、すごいね、全勝同士で優勝ね、ここで決定戦というかね。いやでもこの頃13勝の優勝もなかったもん。やっぱり。本当マジもう14勝以上みたいなイメージはあったよね。今場所結びの一番であります。優勝すごいですね。検証の数が。大変ですね。ね。こっちまでなんかね、分かってるのになんかちょっとそうですね。なんか見入っちゃうね。見入っちゃいますね。懐かしい。組んで。ちょっと座布団がね、大関ですからね。まあやっぱこの時やっぱまあそれだけ横綱白鵬の強さっていうのが際立ってた時かもしれないですね。本当にでも座布団自体投げることはですね、良くない本当は良くないですからね。親方チャンネル
といったところでですね、いかがでしたか。いやーなんかこう結果が分かっててもこう、はいまた見ると、んこう見入ってしまうね見入ってしまいますね熱くなるものがありますよね。はい今年の名古屋場所もちょっとね熱くなりそうだね。そうですね今年の名古屋はまた場所も変わってさらにここからはいこういう過去の熱戦っていうのがまた生まれていきますいいですね。当時に比べたら平均気温も上がってますしね。そっち？そういやいやそっちじゃないですか。暑さも基本的な話じゃない基本的な話ではない土俵の暑さね。まあ土俵の暑さ土俵のですね。本場所の方も皆さん注目していただければと思います。はい、ありがとうございます。ご視聴いただきましてありがとうございましありがとうございましたた。ありがとうございました。はい、この動画がですねいいと思った方は高評価、そしてチャンネル登録、また動画のシェアの方もですねお願いいたします。コメントもよろしくお願いします。お願いしますお願いします。それでは皆さんまた、次回何でしょう、何の回というか次回いつかお会いしましょう。いつかお会いしましょう。はい、それではさよなら。さよなさよなら。ら。